その翌日、いつも通り店を開けて、いつも通り仕事をした。林さんは料理を作り、亮はそれを手伝い、純子は接客をして、俺はコーヒーを入れながら雑用をこなす、接客もする。そしてその日も忍は現れた。午後7時頃やってきて、ハンバーグとライスとコーヒーを注文した。仕事の帰りに立ち寄ったようだった。午後8時頃、忍は席を立った。忍が支払いを済ませた時、店内には他の客が数人いたが、俺が抜けても店は大丈夫だろうと思った。忍はこれから駅に向かうはずだ。俺は忍に声をかけた。なあ、駅に行くんだろう。一緒に行こうか。駅前の本屋に用があるんだ。忍はちょっと怪訝な顔をして言った。いいよ。二人で駅に向かって歩いた。途中、二言三言言葉を交わした。駅が近づいてくると忍は言った。ねえ、何か話があったんじゃないの？確かに俺には忍に伝えたいことがあった。でもそれをどう言葉にしていいのかまだわからなかった。もしかしてもう来るな、忍が言った。意外なことを言われたような気がした。でもこれまで俺が忍にとってきた態度を考えれば、そう思われても仕方がない。違うよ、そんなんじゃない。忍の誤解を解きたくて、俺は下手な言い訳をした。本屋に行く用事があったんだよ。駅前の本屋の前で別れるとき、俺は声をかけた。なあ、また来いよ。忍は不思議そうな顔をして言った。また来る。ここに住み始めてしばらくして、忍が俺に荷物を送ってきた。中身は昔俺が使っていたバイクの装備品だった。その中に手紙が入っていて、あいつは
自分が引っ越した先のアパートの住所を知らせてきた。だから俺は何か困ったことがあって、必要ならいつでも忍に連絡を取ることができた。でも連絡は取らなかった。あの時俺はもう自分はダメだと思った。どんなにあがいても、どんなに悩んでも、どうにもならない。俺は社会から弾き出されたのだ。だから俺は何も考えたくなかった。あいつのことも考えたくなかった。あいつは何も悪くなかった。ただ俺が弱かっただけだった。次に忍が来たのは平日の午後だった。忍は土日が仕事だから平日が休みなのだ。他の客も少しいたが、忙しい昼の時間はとうに過ぎていた。忍は純子や亮と何か話していた。俺は忍に声をかけた。なあ忍、買い物に行くんだけど付き合ってくれないかな。忍は客だった。客に対して買い物に付き合えなどと失礼な話だが、他にどう声をかけていいのかわからなかった。忍は先日と同じようにうんいいよと言って不思議そうな顔をした。忍と一緒に外に出た。何を買うのと忍が言った。夕食の材料を買おうと思ってさ。俺には忍に伝えたいことがあった。だから忍と二人きりになりたかった。でもそれをどう言葉にしていいのか俺にはまだ分かっていなかった。その翌日は定休日だった。純子と亮は朝食をとった後バイクでどこかに出かけてしまった。俺は店に一人残り考え事をしていた。忍のことだった。この店が軌道に乗ってやがて忍が現れた時、俺は驚いた。あいつの姿に気づいた俺はどうしていいのかわからなかった。今さら謝っても謝りきれない。それにあいつが俺に何を望もうとそれに応える自信はなかった。
だから俺は忍に何も言えなかった。その日、外から帰ってきた。純子や亮と一緒に。俺が作った野菜炒めの夕食をとった後片付けを二人に任せて、俺は外に出た。スクーターのエンジンを始動させた。ジャケットのポケットには3年前に送られてきた忍の手紙が入っていた。その手紙には忍の住所が書いてある。その住所に向かって夜の道を走った。2時間後、21時頃、俺は忍のアパートをようやく見つけて、その前にいた。しかし、どうしてもそのアパートの忍の部屋のドアの前まで行くことができなかった。以前住んでいたマンションから忍をこのアパートに追いやったのは俺だと思った。それによく考えてみると、俺たちはもう他人だった。こんな夜更けに女性の部屋を訪ねるのは失礼だ。しかし出直すことはできなかった。俺には忍に伝えなければならないことがあった。もうそれを先延ばしにしたくない。俺は携帯電話で忍に連絡を取った。俺は言った。こんな時間に申し訳ない。いいよ、なーに。今、そのアパートの前にいるんだ。そのアパートの窓の一つが開いて、受話器を耳に当てた忍が顔を覗かせた。俺は言った。話したいことがあるんだ。ちょっと待ってて。忍が出てきた。何かあったの？と忍が言った。3年前のあの日のことを思っていた。あの日俺は忍に言った。俺たち別れないか。別れてから数ヶ月後、忍から荷物が届いた。中にはとっくに捨てたと思っていたもの。俺が昔使っていたバイクの装備品がいくつか入っていた。やがて忍は俺の店に現れた。俺は忍に合わせる顔がなくて、いつも忍を避けていた。でも忍はやってきた。
忍はずっと俺を見捨てずにいてくれたのだ。俺は言った。俺、お前に謝りたい。ずっと謝りたかった。その後、自分が忍に何を言っていたのかよくわからない。俺が悪かった。すまなかった。申し訳なかった。俺を許してくれ。そんな言葉を何度も何度も繰り返していたように思う。俺はいつか自分が泣いていることに気がついた。泣くのは何年ぶりだろう。そんなことを思った。もう分かったから。許してあげるから。忍はそう言った。再生リスト20に続きます。